皆さんこんにちは。今日から3週間にかけてキムチを作ります。キムチって種類もたくさんあるんですけど、万能タデギ、キムチのヤンニョムですね。それを作って、白菜キムチ。2種目はきゅうりキムチと大根キムチ。格闘技ですね。あと3種目はネギキムチとニラキムチ。この1つのタデギで5つに分けて作っていきます。今回の動画もよろしくお願いします。まず塩漬けをしなきゃいけないキムチを作るためには、ポキキムチはここ半分切って、この間に塩をバーって入れてつけといて、塩漬けが終わったらそこからヤンニョムを1枚ずつ塗るんですけど、今日はそれをやりません。やらない。今日はやらない。前僕店で働いた時めちゃくちゃやったから、今日はそれやりたくないからあまりそれやらなくて、今日は簡単なキムチ作り方しますね。まず頭を軽く切る。白菜の軽くこのぐらい。そうすると汚い白菜がもう全部捨てちゃう。汚い白菜は外側ですね。1枚ずつこうやってこのぐらいまずしたら、これを切り方はこれの半分ぐらい切って、ここからちょっと多めでこれでボウルに同じことを繰り返しですね. 근데 김치 만들어 본 적 있어? 엄마 하는 거 본 적 있을 거 아니야, 집에서. 근데 엄마가 하는 거 김치 먹어보면은 맛이 다 틀리지 않아? 엄마들은 들어가는 재료는 알아. 근데 그거를 일정하게 넣지 않고 맛 보면서 먹잖아. 우리 엄마도 보니까 그러더만. 뭐 들어가고 뭐 넣고, 누가 김치 잘 만든다, 누구네 김치가 맛있다. 근데 요즘에 그렇게 안 하지. 이제 요즘에 김치 해먹지도 않잖아. 사 먹지다. 일본の キムチが白菜が水分がもっと多い、韓国の白菜より。だから日本でどう頑張って作っても韓国と全く同じキムチにはなれない。白菜のカットは終わり。これはチョニリョンっていう塩なんですよ。韓国で会社から出てる。これはネットで売ってるから、ネットで買った方が絶対いい。これはこうやって全体的に塩を当ててください。いや、俺2つに分けないとあんまり和えづらいから。茎のところはすぐ塩漬けできるんだけど、こっちが時間かかってしまうから、全体的にで和えとく。一つのボウルに移しちゃう。これで2時間。これから万能タデギ、キムチのヤンニョムですね。これさえあれば何のキムチでも作れるタデギを今日教えてあげます。よく見てほしい。この前はポサムキムチ、ポサム大根でしたよね。それは少し甘い。それと今日の違うのは砂糖の量を減らした。あとごま油、松の実が入らないっていう感じ。じゃあまずミキサーで入れるものから入れちゃいます。まずネギ3分の2ぐらい、白い部分だけ入れちゃう。生姜ですね。生姜ない時なんて言うの分かる？生姜ないねって言う。ニンニク絶対やった方がいい。これはあと網の塩辛。手に入ってこない方は京塩売ってるからスーパーです。最悪アンチョビでもいいと思う。このままだったら回しづらいから2分の1の量を計算して入れればいい。このぐらいかなって。でこれがキムチの命。まずこれ韓国の唐辛子2種類ですね。砂糖、味の素入れなくてもいいんだけど入れた方が絶対美味しい。あとこの先混ぜた
こうやって細かく切ったらこれも入れちゃう。で一回ゆっくり混ぜる。じゃあこれで全部和えましたね。みりんを入れちゃいますね。12345種ぐらい。あと入るのがサプサルプルっていうもの。水 100cc にもち粉このぐらい入れて混ぜる。その後に火をかける。中火でとろみだけ。さっき作ったサプサルプルこれを入れちゃう。これでよく混ぜたらヤンニョンは完成。家でやるときはこれヤンニョンもさっき作って2日3日ぐらい冷蔵庫に入れといた方が美味しくなる。泡がポコ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 上がってくるから、それがもう熟成中だからそっちの方が全然美味しい。今すぐ食べるとちょっとコチュカルの匂いとか生臭いがあるんだけど、2日ぐらい置いとくとそれがなくなってしまってすごい美味しくなるから、2日3日後に使うのが一番おすすめ。 OK。 このまま冷蔵庫に入れて2日3日後に使うのをおすすめ。2時間ぐらいになりましたね。もう白菜を見るとこうやってしなしな元気なくなってきましたね。今そのまま食べると絶対しょっぱい。これはこれをこれからどうするかというと、まず水気を切る。これ大きすぎるんだけど、大きいザルにまず水気を切る。一回絞る。ギュッとギュッて絞って食べてみる。ここからじゃあこれでめちゃくちゃしょっぱいですよね。さあここで水で洗う。めちゃくちゃしょっぱくなかったら食べれるんだったらそのまま大丈夫なんだけど、これはもうしょっぱすぎるから一回洗った方がいい。で洗って大丈夫で、これをギュッと絞りますね。手でできるだけ水気を切る。韓国は場所によってキムチの味が全然違いますね。ソウルキムチとちょっとしょっぱいのはジェラートキムチっていう下の方、作ってる人によって味がもう全然変わってくるし、お店によっても変わってくるし、まずキムチが美味しい店ってソルロンタンの店は角的が美味しい。スンデクパとか、あとキムチが美味しい店はカイゴクスの店はキムチコチョリが美味しいっていう。さっき作ったヤンニョンこれをまずこのぐらい。これはもう強くもみもみする。強く全体的に当てるように。まだ色味が足りないなって思ったらもう少し入れればいい。これ決まりはないから。このヤンニョンさえあればほぼ失敗することないから。これで味見。オーバーしたよ。オーバーオーバー。이게 김치지. 야, 맛이랑 파는 거랑 비교하면 안 되지. 겁나 크게 만들었는데 지금. 하쿠사이 김치完成しました。僕は今日見ると白菜しか入ってないんですけど、緑が欲しいなとかだったらニラとか万能ネギとか入れて一緒に和えてもいいから。今日動画見てキムチってこんな簡単に作れるんだなって思ってないですかね。僕らは子供の時からお母さんが作ってるのを隣に見てるから、大体あれでやればキムチで出来上がるんだろうなって思ってましたけど、日本の方はあまり知られてないから作り方見たこともないし、今日これを見て難しく考えないで機会あったらぜひ家で作ってみてください。こっちの方がスーパーで売ってるより 200% 美味しいんで、これで高種類のキムチができちゃうから、来週再来週も楽しみにしてください。